今日はあんかけ茶碗蒸しを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、あんかけ茶碗蒸しを作っていきたいと思います。以前ね、私のチャンネルでも何回か茶碗蒸しをご紹介してるんですが、今回はプレーンの茶碗蒸しの上にきのこやエビが入ったあんをかけて仕上げていきたいと思います。味付けや作り方もすごく簡単です。さらにですね、蒸す時はフライパンで簡単に蒸すことができます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに茶碗蒸しの生地の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、お水、白だし。今回はこちらの3つの材料で手軽に作っていきます。まず白だしなんですが、今回私が使う白だしはヤマキの割烹白だしです。こちらはお好みのものを使っていただいていいんですけれども、白だしはですね、メーカーさんによって結構味の濃さが変わってきます。なので白だしの入れる量に関しましては味見をしながら調整してみてください。もし白だしがない場合はこちらはめんつゆで代用 OK です。そして卵ですね、今回は L サイズの卵を2つ使います。それでは続いて上にかけるあんの材料をご紹介します。材料はこちらです。椎茸、えのき、むきえび、お水、お醤油、みりん、だしの素、三つ葉、片栗粉、サラダ油、こちらの材料を使って作っていきます。まずですね、今回作るあんなんですが、きのことむきえびを使って作っていきます。このきのこに関しましては今回ね、椎茸とあとはえのきを使っていきますが、こちらはですね、お好みのきのこ類を使っていただいても OK です。そしてエビですね、今回はむきえびを使います。こちらは冷凍のむきえびでも OK です。今回はね、生のむきえびを使用します。あとはね、シンプルに味付けは醤油とみりんとだしの素で行っていきます。だしの素はかつおだしになります。そして三つ葉に関しましてはこちらはね、最後飾り付けで使っていきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめに茶碗蒸しの生地から作っていきます。ボウルに卵を割り入れてください。卵なんですが、できればね、常温の状態に戻しておいてください。そうすることで蒸し時間が短くなって、その分ですね、酢が入りにくくなります。なのでできるだけね、常温の状態のものを使うようにしてください。ではもう1個も割り入れます。卵を割り入れたら一度ね、卵を軽く溶きほぐします。ちなみにね、今回使ってるこのね、卵を溶きほぐしてるスティックなんですが、こちら卵なめらかスティックといって、すごくね、卵を溶きほぐす時に使いやすいものになります。ぜひこちらもね、チェックしてみてください。はい、そしてこのように溶きほぐしたらここに白だしを入れます。そしてよく混ぜましょう。はい、そして白だしを加えたらここにお水を入れます。そしてよく混ぜてください。はい、よく混ざれば OK です。そうしましたら茶碗蒸しの容器を用意してください。これをですね、生地を茶こしでこしながら茶碗蒸しの容器の中に入れていきます。今回ね、あんを入れるのでだいたい7分目から8分目ぐらいまで入れてください。はい、このように入れてください。ではね、もう一つも同じように入れていきます。あとここにね、銀杏とかね、入れていただいても美味しいと思います。はい、OK です。今回 250ml の茶碗蒸しの容器2つ分と、あとは少し生地が余ったので、こういった耐熱のココットに生地を入れてます。こちらはね、味見用として召し上がっていただくといいかなと思います。そしたらですね、アルミホイルで蓋をしてください。はい、OK です。それでは今からこちらを蒸していきます。それではですね、少し深めのフライパンを用意してください。そしてまずね、中央にこちら茶碗蒸しの容器を置いてください。そして茶碗蒸しの容器がだいたい半分ぐらい浸かるぐらいまでお水を注ぎ入れます。はい、で半分ぐらいまで入れたらこちらを一度取り出してください。そして火にかけます。火加減強火です。このまま一度沸騰させてください。は
はい、グツグツ沸騰しました。そしたら一旦火を止めてください。火を止めるとね、熱い蒸気が一気に上がってくるので、やけどしないようにだけ注意してください。そしたらですね、そこの部分にキッチンペーパーを3枚ほど重ねて入れてください。このようにね、1枚敷いていただくと茶碗蒸しにゆっくり熱が入って酢が入りにくくなるのと、あとはとてもね、柔らかい仕上がりになります。今回はね、キッチンペーパーを使ってますが、こちらは清潔な布巾を1枚敷いていただいても OK です。そしたらこの中に茶碗蒸しを入れましょう。入れたらもう一度再沸騰させてください。はい。で、このようにクツクツ再沸騰したら火加減を弱火にします。そして本当に軽くクツクツするぐらいですね。そのぐらいをキープさせてください。そして蓋をします。蓋をしたらこのまま8分蒸していきます。この蒸し時間に関しましては、お使いの容器や、あとはね、茶碗蒸しの生地の温度によって適正な蒸し時間が変わります。あとはね、フライパンや鍋の大きさでも変わってきますので、この蒸し時間は様子を見ながら調整してください。火加減はこのぐらいの弱火です。それでは続いて茶碗蒸しをね、今蒸している間にあんかけの具材を切っていきます。まずえのきですね。こちらおがくず部分をまず切り落としてください。そしてだいたいね3センチ幅ぐらいで切っていきます。このね軸の部分に関しましては手でねきちんとほぐしておきましょう。えのきはこれで OK です。では続いてしいたけですね。こちらはまず軸を切り落としてください。そして薄切りにしていきます。だいたい5ミリ幅ぐらいでね切っていただくといいかなと思います。はい、しいたけはこれで OK です。この軸の部分ですね、こちらも一緒に入れていきます。乾燥している部分は切り落として、あとはこちらを薄切りにしましょう。しいたけはこれで OK です。続いてエビですね。エビはこちら半分に切ります。もしね背わたがある場合は背わたはね必ず取り除きましょう。今回私が使ってるのはね、このように背わたが入ってないものになります。こちらはこのまま使って大丈夫です。エビはねこのように切っておきましょう。それでは続いて水溶き片栗粉の準備をします。容器に片栗粉とあとはお水を入れます。これをよく混ぜましょう。はい、水溶き片栗粉はこのように作っておいてください。はい、今ね8分経ちました。一度蓋を開けます。そして一旦火を止めて茶碗蒸しにね火が通ってるかチェックします。やけどしないようにアルミホイルを一度外してください。はい、そして傾けます。この時に生地が流れ出てこなければ OK です。こんな感じで斜めにした時に生の生地がこうやって流れ出てこないぐらいですね。かなりプルプルなんですが、このくらいになってれば OK です。そしたらねもう一度蓋をかぶせます。そしてもう一度火にかけてください。そして一度ねまた再沸騰させます。今ねちょっと蓋を開けちゃったのでね一度再沸騰させてください。このようにクツクツ再沸騰したら火を止めて、今度は蓋を開けずにこのまま10分置いておきます。それでは茶碗蒸しをね10分蒸らしている間にあんを作っていきます。フライパンに薄くサラダ油を敷いてください。火にかけます。油をね一度全体に広げます。油がねちょっと多い時は拭き取ってください。30秒くらいですね一度油を温めます。はい、で温まったらここにエビとしいたけとえのきを加えます。そして炒めましょう。エビにねだいたい8割ぐらいですね火が通るまでまず炒めてください。エビにね8割ぐらい火が通ったらここにお水を入れます。あとはお醤油、みりん、そしてだしの素を入れます。これで一度よく混ぜましょう。よく混ぜて一度ねひと煮立ちさせてください。はい、でこのようにねひと煮立ちしたら一旦火を止めます。そしてこのね水溶き片栗粉をもう一度よく混ぜて、このねクツクツが収まったらここに回しかけます。そして回しかけたらこちら加熱する前に一度ねこのままよく混ぜましょう。これをですね火にかけた状態でやってしまうとダマになってしまいますので、必ずね火を止めた状態で水溶き片栗粉を入れてください。よ
く混ざったらもう一度火にかけて、そしてだいたいね1分ぐらいですね、よく混ぜながら火入れしてください。片栗粉にねしっかり火入れしていきます。この時ねよく混ぜながらね加熱してください。火加減弱めの中火ぐらいで OK です。はい、 OK です。これでねあんの完成です。はい、10分経ちました。蓋を開けます。そしてもう一度ね茶碗蒸しを蓋を開けてチェックします。そうするとねさっきよりもしっかりね固まってると思います。そしたらね取り出しましょう。やけどしないようにね注意してください。もしねこの加熱時間でまだね生地が流れ出てくる場合はもうちょっとね長めに蒸してみてください。では取り出します。はい、そしたらこちらもねアルミホイルを外してください。どれもね綺麗にプルプルに固まってます。このようにすごくねプルプルです。そしたら最後ねここにあんをかけたいと思います。はい、このようにたっぷりかけてください。あとはね三つ葉を上に乗せて仕上げたいと思います。はい、これであんかけ茶碗蒸しの完成です。こんな感じに仕上がりました。あんかけはねこのようにたっぷりで美味しそうに仕上がってます。最後は彩りで三つ葉をトッピングしました。はい、このようにねとてもプルプルで美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。美味しい。茶碗蒸しがプルプルですごく滑らかです。美味しい。そしてあんがねしっかり絡んですごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のあんかけ茶碗蒸しのポイントです。まず茶碗蒸しの生地を作る時なんですが、材料を一つずつ加えてその都度よく混ぜるようにしてください。今回ね白だしを使って味付けしてるんですが、こちらはね白だしがない場合はめんつゆを使っていただいても OK です。味の濃さはお好みで調整してみてください。そして全部生地を混ぜ終わったら生地をこしながら容器に入れてください。今回ですね 250ml の茶碗蒸しのカップ2つ分と、あと少し余ったので小さめのココットに入れて蒸してます。こちらはね容器によってね個数が変わってくると思いますので目安にしてみてください。この生地なんですが一度こしていただくことでとても滑らかで美味しい仕上がりになります。そしてフライパンで蒸す時のポイントなんですが、まず茶碗蒸しを1つ入れていただいて、だいたい茶碗蒸しの半分ぐらいまでお水を入れてください。そして一度茶碗蒸しの容器を取り出してそのまま沸騰させて、沸騰したらペーパーをね3枚ほど重ねて底の部分に敷いてください。そのまま置いてしまうと加熱した時にこの容器がねガタガタしてしまうっていうのと、あとはですねペーパーをかましていただくことで茶碗蒸しにゆっくり火が通って、その分ですね酢が入りにくくなるのと、あとはとても滑らかで柔らかい仕上がりになります。使う卵に関してなんですが、こちらはできればね常温の状態のものを使っていただくといいかなと思います。そうすることで蒸し時間が短くなって酢ができにくくなります。そして沸騰してペーパーを敷いて容器を入れたら蓋をしてそのまま弱火で8分ほど蒸してください。ただですねこの蒸し時間に関しましては容器の材質や厚み、あとは大きさ、そして生地の温度、あとはフライパンの大きさなどでもね蒸し時間が変わってきますので、この蒸し時間は様子を見ながら調整していただけたらと思います。個数を増やした場合はねもう少し時間がかかると思いますので、様子を見ながら調整していただけたらと思います。そして8分経ったら一度ねアルミホイルを外して容器を傾けて、生のねサラサラした生地が流れ出てこなければ OK です。そしたらもう一度アルミホイルをかぶせて蓋をして再沸騰させてから火を止めてそのまま10分蒸らしてください。最後はね余熱で仕上げることでとても滑らかな仕上がりになります。そしてあんを作る時のポイントなんですが、今回はですねきのこ2種類とあとはエビを加えてます。こちらの具材はお好みのものを入れて作っていただいて OK です。こちらはですねまず具材を炒めてエビに8割ぐらい火が通ったらお水とお醤油とみりんとだしの素を加えて一煮立ちさせてください。そして一煮立ちしたら一旦火を止めて、そして水溶き片栗粉を回しかけてください。水溶き片栗粉はですね必ず火を止めた状態で加えて混ぜてください。加熱している最中に入れてしまうとね固まってしまう場合がありますので注意していただけたらと思います。あとはですね出来上がった茶碗蒸しにかけて召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はあんかけ茶碗蒸しを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録で楽しんでみてください。
そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。